ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今週のヒーローウォーズでは、今年の秋から始まる新ゲームモード、クラッシュオブワールズに備えて、ヒーロー、タイタン、ペットを強化しましょうと銘打ったイベントが連続して開催されます。しかしながら、秋という季節は、ヨーロッパの人々にとって、それは一体いつなのだろうかという疑問が湧いた視聴者の人も多いと思います。そこで、カーク信者が得意としているインターネット検索を使って、欧州の人にとって何月が秋という認識なのかということを調べてみました。その結果、ドイツ人は、9月、10月を秋の季節と認識しているということが分かりました。カーク信者の季節感では、7月から9月までが夏、10月から11月は秋ですが、緯度の高い地方に住むヨーロッパ人にとっては、9月から10月が秋の季節と認識しているみたいです。この調査結果から、新ゲームモードクラッシュオブワールズは、10月からスタートする可能性が高いと言えると思います。さて、こうなってくると、新ゲームモードが始まるまでに、タイタンの2チーム編成と、ヒーローの2チーム編成をできる限り準備したいと考えるのが一般的だと思います。普段は一つのタイタンチームと一つのヒーローチームの育成に専念しているカーク信者でも、やはり二つ目のチーム編成の準備をしたいと考えるようになりました。しかしながら、このゲームの場合、わずかばかりのエメラルドを使ったとしても、ヒーローとタイタンが劇的に強くなることなど起こり得ないのです。じゃあ、どうやって秋から始まる新ゲームモードの準備を進めるのか？カーク信者が悩んだ末に導き出した結論は、これまで通り、自分のペースで頑張ろうということでした。昨年の秋からスタートした新しいゲームモードのアスガルドの場合、今までに存在しなかった資源を使って、ヒーローを強化する要素が追加されました。今年の秋から始まる新ゲームモード、クラッシュオブワールズ、でも、昨年と同様に、今まで存在しなかった資源が登場するのでしょうか？おそらくですが、クラッシュオブワールズでもらえる報酬の中には、従来から存在する資源も含まれているでしょうし、新たに登場する資源も存在すると思います。どちらにせよ、我々ゲームユーザーは、自分に許された予算の範囲内で、ヒーローウォーズを楽しめばよいとカーク信者は考えています。じゃあ、カーク信者さんの1ヶ月の予算ってどれくらいなの？1ヶ月から2ヶ月に1回、1167円のエメラルドを購入するのが、今のカーク信者の遊戯スタイルです。つまり、1ヶ月の予算は500円かな？視聴者様の中には、数万円の予算でヒーローウォーズを楽しんでいる人も大勢おられますし、完全無課金でコツコツと楽しんでいる人もいると思います。このゲームの場合、プレイヤーの課金額によってゲーム性が全く別物となり、予算の多いプレイヤーが感じる楽しさと、低予算プレイヤーが感じている面白さは、かなり異なっています。カーク信者はどちらかというと、いつまで経ってもマックスパワーに到達しないヒーローとタイタンを眺めつつ、わずかしかパワーアップしないレベルアップをコツコツと続ける点に、このゲームの魅力を感じているのです。カーク信者のような低予算プレイヤーでも、毎日ゲームにログインするのが楽しいと思える点が、ヒーローウォーズの魅力ではないでしょうか？秋から新ゲームモードがスタートしても、ヒーローウォーズが持つ基本的な魅力は変わらないと思うので、カーク信者は今後もマイペースでコツコツとこのゲームを堪能しようと考えています。さて、話は少し変わりますが、こちらの表を見ると、明日からエレメンタルシナジーが開催されると記載されています。これって1日限りの限定イベントだよね？タイタンのアーティファクトを的用しか人形でもらえる機会ってめったにないから楽しみだな。カーク信者は、必要だと思われる以上の資源を常に備蓄しているので、今日の時点でもこれだけの資源を備蓄できています。今まで資源の備蓄戦略に興味がなかった人も、ぜひ、資源の備蓄をされてみてはどうでしょうか？
今週開催される1日限定イベントなどでは、備蓄資源があると想定以上の資源をもらえたりするので、カーク信者は資源の備蓄を強く推奨しています。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。